花田湖のたこ焼きから大阪出張スタート。花田湖のたこ焼き10個入りです。美味しそう。トロトロ系だ。ご注意ください。やば脈だ。何それ。あ、大好きなやつだ。トロトロ。おはようございます。今日はこれから外に出てお友達と朝活をして、その後にディズニーさんのイベントにご招待いただいているので、そのイベントに行ってきます。でこれから外に出るとこなんですけれども、今日はその大好きなディズニーのイベントに行くので、新しいワンピースを下ろしてみました。なので今日のコーディネートをご紹介していきたいと思います。新しく今日下ろしたワンピース、これはバサンドバイ抜き鉄板の新作のワンピースです。これ展示会でオーダーして一番楽しみに待っていたワンピースなんですけど、このワンピースを展示会で着た時に自分の肌の色と合ってるのかわかんないんだけど、パッと明るくなるような、ちょっと透明感が増したような感じに見えるのがとっても気に入って購入しました。このね軽やかなシルエットもすごく可愛くて、歩くたびにねこの裾がふんわり揺れるこの感じもすごく可愛いです。で何よりこのワンピースのね可愛いところはやっぱりこの袖、あとは襟周りですね。この袖のところがギャザーでちょっとこうクシュクシュっとなっているから、ほんの少しだけパフスリーブみたいな形になって、これがねすごく可愛い。そしてこのワンピースの可愛いところは他にもあって、後ろですね。バックスタイルも可愛いんです。後ろはねちょっと紐で自分で後ろで結ぶ形になってるんですけど、このニュアンス抜き手っぱらしさを感じられて涼やかでね素敵だなと思います。もうこれお気に入り、すごく素敵なので、せっかくのねディズニーさんのイベントにはちょっとおしゃれして出かけたいなっていうことで、このワンピースを着ていくんですが、さすがにこのワンピース1枚だと夕方とか寒くなっちゃうかなと思うので、今日はこのワンピースにレザーのジャケットを合わせたいと思います。
甘辛ミックスってやつですね。結構こういうワンピースに春先はレザーのジャケットを合わすこと私多いんですけど、このジャケットは以前韓国旅行で購入したヴィンテージのアクネですね。靴もレザーブーツを履いていきたいと思います。何年も前から持っているお気に入りのヨウジヤマモトのレザーブーツなんですけど、こちらを履いていきます。バッグは私のブランドで今制作途中のトートバッグブラウンの方をかけていきたいと思います。このスタイルで朝活とディズニーのイベント、今日は充実した一日になりそうなので楽しみです。では行ってきます。おはよう、朝活必死に撮ってると必死に撮ってるか撮られちゃったかわいい。春だね。テラスでカフェるって桜咲いてる。めっちゃ葉桜僕思いのですが、どんなショーなのでしょうか。So there are anniversary, we will get to celebrate happy. celebrate happy。はい、楽しみですね。ワクワクします。はい、ミニがどんどんハイタッチしてくれてます。OK いただきました。それお疲れ様です。ディズニーのイベントに行ってきて帰ってラジオを撮影して、あとは寝るだけという感じで今ちょっとお疲れ様の一杯やってます。今飲んでるのはヨギティーのハニーレモンスロートコンフォートなんですけど、なんかちょっと喋りすぎて喉がねカスカスになった夜とか、ちょっと乾燥してて風邪ひきそうだなみたいな、そんな日の夜に飲むとだいぶ喉とかね体調落ち着いてくれるんでおすすめです。これですね、アイハーブとかオーガニックスーパーとかそういうところで買えると思います。でそのヨギティーをこちらのカリフォルニアディズニーランド内のスターバックスで購入したマグカップに入れて飲みたいと思います。これめっちゃ可愛いんですよね。カリフォルニアディズニーランド内のアトラクションの挿絵がねいっぱい入ってるんです。そんな感じで今日はカリフォルニアディズニーリゾートの70周年セレブレーションのプレス発表会に行ってきたんですけど、去年の初めにディズニーさんとお仕事してカリフォルニアディズニーランドに行ってきたんですけど、そのご縁から今回イベントにご招待いただいて、一ディズニーファンとしてカリフォルニアそしてフロリダの新しいアトラクションとかショーとかね、そういうのの発表を聞いて心を躍らせて帰ってきたんですけど、本当に海外パーク行きたくてもたまらなくなってしまった一日で、もう私の心はねもう海外パークに行っています。はい、去年カリフォルニアディズニーランドに行ったから次はフロリダのディズニーランドに行きたいなと思いつつも、70周年のセレブレーションの内容を聞いたらもう一度カリフォルニアディズニーランドにも行きたいなと思ったし、とにかくもうディズニー熱が高まりに高まりすぎちゃって、自分の好きなものの世界に囲まれて一日過ごすってめちゃくちゃ楽しいですよね。なんか今日そのディズニーのイベントに行っ
ってすごく感じたのは YouTube 続けていてよかったなっていうのをね改めてひしひしと感じました。前回のラジオでも話したかなと思うんですけど、始めることよりも続けることの方が何十倍も難しいよみたいなことをね話したと思うんですが、本当にそうだなっていうのを実感していて、こうやって動画にしてね発信することもそうだけど、人生において何かを続けるっていうことって本当に難しくって、なんかちょっとやっぱ自分がやってることに飽きが出てきたりとか、体調をねちゃんと管理できてなかったら体調不良からやってることを断念せざるを得なくなったりとか、何か一つが崩れてしまったら今やっていることっていうのは止まっちゃうんだなっていうのをすごく感じていて、4月に入ってなんか世の中的には新生活とか新しいことに挑戦したりとか、そういう人とかそういう状況にある人のことを見ると自分がすごく止まっているような気がして、何も変わってないんじゃないかなって思うこともあるけど、やっぱりこういう風に今回のディズニーのイベントに誘っていただけたっていうのも、去年の1月にカリフォルニアディズニーランド Vlog を出してからその1年間活動休止をせずに続けていることができているから、もしかしたらまた一緒にお仕事することもあるかもしれないですねという意味も、含まれてるかもしれないじゃないですか。こういうところでもう一回ディズニーさんとお会いできるっていうことは、そういう希望が少しでもあるということだと思うんですよ。イコール私がやりたいお仕事っていうのは、私が今この活動を続けている限り自分の元にやってくる可能性が高いっていうことなんですよね。だからなんかずっとこういう感じだなって自分では思っていても、実は意外とそうではなくって、それは小さなものかもしれないけど積み重なっていって、本当にわずかな差ではあるけどちゃんと自分の道っていうのは上り調子に行っているんだなって、緩やかな坂とはいえそれを続けていれば気づいたら結構高いところに登ってるんじゃないかなって思って、この継続するっていう力、これはもう本当に何にも代え難いほど強いものなんだなっていうのを実感しました。今 YouTube5 年やってきて、継続は力なりっていうのをやっと5年目にしてちょっと感じれるようになった、そんな一日でしたね。モチベが上がりました。私はもう一回ディズニーさんとお仕事するぞっていうで、そういう気合も入りました。で、明日は1件打ち合わせがあって、その後は動画の撮影以外のお仕事はないので、私は明日美味しいものをお家で作って食べようかなと思うんですけど、今日ディズニーのイベントに行って頭の中もディズニーでいっぱいなので、こちらのカリフォルニアディズニーランドで買ってきた、プリンセスと魔法のキスのピアノのクックブックですね。これを機にね、明日は一日このクックブックを見てピアノの料理をね再現していこうと思います。その中からいろいろ美味しいもの作って食べたいと思います。おやすみなさい。
始まりました。最近土曜ラジオ第30回。このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、私と彼が半別居生活になったということで、私と彼夫婦の今をお届けする、そんなラジオになっています。ですが今回は第30回の記念としてスペシャルゲストに来ていただきました。今日のゲストののんちゃんです皆さんまずわあすごい、おめでとうございます。ありがとう。すごい手作り割り箸と紙。すごい嬉しい。ありがとう。お邪魔しますありがとうございます。出演していただきありがとうございます。なんだかはい、ということで私のディズニー好きのお友達のんちゃんとともに、今週はディズニー会をお届けしていきたいと思いますはい、プンバ頑張ります待って、ちょうどみくちゃんの顔だけ見えてない本当じゃんなんでプンバなの？ブンバは甥っ子からブンバって呼ばれてるっていうのからうんうん。ブンバ。なんでプンバって呼ばれてるの？うんあだ名がのんちゃんで、うんおばだからノンバーって覚えさせてたら、うんうん。ノンバーがブンバーになってて、あ、そんでプンバになったの。見てこれまでちゃんとでもだからまあ一応その流れでプンバが好きということで、今日はプンバを着てきてくれました、はいありがとうございます。暑いのでそうですね、脱ごうと思脱いでいいます。ただけたらと思います。暑かったではそんなのんちゃんとはいお届けしていきたいと思います。お願いします、はい、なんで今回ディズニー会にしようかなって思ったのかっていうと Vlog 内にもあったと思うんですけど、私たちディズニーのねイベントに行ってきまして、最高だったね。最高だったね。ディズニーが70周年ということでカリフォルニアとフロリダがなんか新しいパレードとか、あとはショーとか、あとアトラクション、とかそういうのを全部こういうのができますよっていうのを見てきて、その興奮のまま今撮っているって感じです。もう軽く頭の中ではフロリダ行ってる。言ってるよね、もう今イベントをご招待していただいて聞きに行っただけなんだけど、うちらディズニー好きだからさ、まあなんかちょっとそれでディズニー語る会やりたくないっていうことで今回これが実現されました。嬉しいでございます。嬉しいでございます。まあなぜかっていうと、まあうちらはねもう本当に集まったらディズニーの話しかしないよね小学生なんですかってっていういうぐらいマジ2人でさ一緒にカフェっててさ、もう8割ディズニーの話しかしなくない？本当にそうで、たまにどっちかが言うもん、うちらディズニーの話しかしない、真面目な話しようとか言ってでもそんぐらい本当にこんなディズニー語れる人人生で初めて出会ったよね。同じく。だよね。しかもなんか結構つぼるとこ一緒なの。そう全部見てきたものが一緒だから、同い年だからさ、平成初期というか1990年初頭のやつをめっちゃ見てきた2人なんで、ちょっと話していこうと思うんだけど、私たちはまあパークオタクというよりかはディズニーアニメーションオタクと、オタクってにはおこがましいよね。おこがましい。なんかでも愛してます。わかる。普通に好きだったっていうか、子供の時にめっちゃ見てた、今も見てるみたいな感じだよね。だからちょっとまあオタクの皆さんはちょっとお手柔らかに聞いてほしいんだけど、まだまだ新参者でございますが愛だけは語らせていただきそうたい。でもなんか語りたいことはいっぱいあるからやっていこうと思うんだけど、そもそもまずさディズニーアニメーションどこから入った？私は私たち子供の時ってやっぱディズニービデオ人気だった、お母さんが何本か買ってたみたいで、スーパーとかに売ってなかった？ビデオがなんかスーパーのなんかビデオコーナーみたいなとか売ってないよね。今なくなったね。ないよね。 VHS がさこういっぱいあってさ、そこからお母さんが新しいやつをさ全部1個ずつ買ってくれてさ、本みたいなさ箱のプラスチックのさ箱白のね、そう開けるとさこっちにチラシ入ってんだよね。そうチラシ入ってんの、続編のチラシとか入ってんの。その世代じゃん、うんうんでもう母親曰くマジで毎日ピーターパンとアリスを食い入るように見てたって。わかる。ピーターパンとアリスはちょうどベストだったの。ジャストうちらのさそうだ世代だったんだよ。で本当うちら初めましての時に、ディズニートークになって、毎日アリス見てたんだよねって言ったら私もなんだけどマウント取り合ったよね。私は仲間だと思ったよ負けない。私はその VHS を賞味1本壊したからね。不思議の国のアリスは負けたでしょ、毎日そう見てたよね、でごめんそっから入った。でそっから入って、まあ好きになるじゃん、
で小学校の時に仲良くなった子もディズニー好きで、放課後遊ぶと言ったらもうディズニー鑑賞会。わかるでしょ、長編と短編アニメ。わかる。でプラスで私は「キングダムハーツ」っていう、ファイナルファンタジーかな、とディズニーのコラボのゲームにハマってあったね。マジ缶バッジ工房にめっちゃつけて大仏みたいになってた。何ちょっとわかんない。缶バッジ工房って何？キングダムハーツの缶バッジ、当時のオレンジジュースのバヤリースオレンジっていうのが付録についてて、キングダムハーツの工房ってのは学校の帽子。学校の帽子に全部つけて大仏って言われてた。そんな入り。あ、そんな入りなんだ。ほとんど同じ。一緒？ほとんどお母さんが買ってくれたよ。常に。なんか新しいやつを。で、あまりにも私が見るから、なんかどんどん新しいのを買ってきて見せてくれてってやつだった。あとワウワウとかさ、BS のディズニーチャンネル。そう短編とかを永遠となんか見てた私。アリスはもう幼稚園から帰ってきたら絶対に見るっていうルーティンがあったの、私の中に。そしたらある日突然 VHS がビビビーって言い出して、覚えてる。テープがこうビーって出てきちゃってやばいやばいってなって2本目買ったの。すごくない？覚えてるのその時のこと。一生さテープ出てくるのかな。それぐらいハマって、でそっから大人になったらさ割と収まるかと思うじゃん。全然収まんなくて。見て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 。とどまることを知らなかった。むしろなんかディズニープラスっていう存在が現れてからもう私毎日見てるもんね、マジカチ。ありがとう。ありがとうディズニープラス。ありがとうございます。もう元取りまくってるもん私もディズニープラス。もう案件みたいなね、ディズニープラスの案件欲しいよね。でも家族の中で私だけなんだよね、こんだけディズニー好きなの。私もだ。だよね。なんかお姉ちゃんも、お姉ちゃんいるんですけど、もちろん見てたの、同じ家にいるしさ、でも私だけ気に入ったものを何度も何度もセリフを覚えるまでみたいな。なんでだろうね。小学校の時友達だったら多分放課後お家行ってた。言ってたよね、お家行ってた、絶対言ってた。本当家族は他、そうパークも別にみたいな。そうでだから周りの友達もいないかったよ。ディズニーのアニメ好きみたいな、何回も見るみたいな人いなくって、自分だけこの気持ちを抱えてたの。30年間こうやって私はディズニーアニメが好きみたいなさ。そしたらそれようやく会えたね。出会ったの30代で。だから、いいのよ、ディズニー愛は隠さないでいい。あ、そうなんだ。堂々と行けば仲間に出会える、ね、びっくりするぐらい。そうだからね、ちょっとこれを撮ってみようと思って。嬉しい。始めていきたいと思います。私たちはこのディズニー界のためにめちゃくちゃね、何話そうみたいなさ、いろいろ考えてるよね。めちゃくちゃ考えてきて。出会いから始まり、お気に入りのディズニー映画、マジでむずい。むずい。もう相談したもんね。長文のノートを送りつけて、お気に入りのディズニー映画語り出したらもうね10時間ぐらいかかっちゃうし、まずさディズニー長編、ディズニー短編、分けてピクサーがあるからね。その3つはください。じゃあまずディズニー長編。はい、じゃあ行きますか。どうぞ。あ、いいんですか。はい。待って、長編か。決めてないまだ。いややっぱビアンカの大冒険、ゴールデンイーグルを救えかな。これはもうね、私何回も言ってるから、動画で。視聴者の人ははいはい、ミクさんビアンカが好きだよねって思ってると思うんですけど、ビアンカはね本当にいいよね。しかも私の好きなオーストラリアだよ。そうビアンカの1と2があって、そうね、2の方なんですよ、ゴールデンイーグルを救えっていうのは。で、ビアンカの大冒険っていうのはなんか世界中でこうなんか誘拐されちゃう子供をネズミが救い出すっていうお話なのね。で、ネズミが国際救助救援協会っていうのがあって、歌っちゃう RESCUE 救助救援協会ってやつなんだけど、そのネズミのさ本部が支部っていうのが世界中にあって、でなんか誘拐された国のところのね子供を救い出しに行くんだけど、ビアンカとバーナードっていう2匹のネズミが、タッグを組んで子供を救い出すっていう、そういうストーリーで、別になんかこうそこから例えば最近のディズニーアニメみたいにさ
なんかこう強く生きるとかさ、うんそういうなんだろうテーマ性はないのよ。ただわ救えたみたいな、シンプルなストーリーだよね。そうそうそう、結構なんか冒険ストーリーみたいな感じなんだけど、やっぱり私はさその人間以外の生き物が人間みたいに生活してるかもしれないってずっと妄想してたタイプの子供なの。もしかしたらこの軒下ねネズミがシチュー作ってるかもしれない。かわいいシチューなんだしかも。シチュー作ってるかもって思ってたやつを、なんだそのままアニメーションに落とし込んでもらったから、あやっぱりシチュー作ってるんだみたいなのがあって、それがもう大好きだね。ドンピシャだね。そう小さきものの世界が好きだもんね。そう私は小さきものの世界が好きなの。だからビアンカかな。まああとリトルマーメイドも好きだね。あ、そう。ベタで言うとポイントは？やっぱり愛してるわパパ。チャラララ。あそこが本当に泣ける。リトルマーメイドは好き。タラララやっぱオーケストラとさ、そうそう、感動が本当にドンピシャで相まるんだ。子供の時はねもっとなんか紙スキーみたいなさフォークでさ髪の毛をやってるところがさ好きだったの。大人になったらさやっぱ最後の愛してるわパパがさもうさ親の目線で泣いちゃうよね。わかる。やばってなる。あれも好きやったし、シェフルイとセバスチャンの料理隊なんわかる。小麦粉つけちゃうとことか好き。セバスチャンにでしょ。そうそうわかる。あ待ってまだある。プリンセスと魔法のキス大好き。知ってる人いるかな。ね、結構さマイナーじゃないけどあんま見たことない人多くない？ティアナって多分ね、ティアナのやつある？ちょっと待って、ティアナの料理本あるやつどっかに。やばい。待ってあった。だって今日うちらベニエ作ろうまで言ってたから。そうだよ、ほらティアナ。だっけオーリンズだっけ？ニューオーリンズ。ニューオーリンズのティアナっていうねプリンセスがね自分の店を持ちたくて頑張るんだけど途中でカエルになっちゃうんだよね、そうっていうドタバタ劇なんだけど、ティアナはさ CG と 2D っていうの 2D のちょうどいい部分。ちょうどいい融合でもう手書きアニメ好きも嬉しく見れちゃうよね。そうなの。そうなんといっても私たちはそう手書きアニメ。アナと雪の女王とかラプンツェルとかも素敵じゃん、なんかストーリー性もあって素敵なんだけど、やっぱりうちは手書きアニメのさザサザサっていう線のさなんかまだ線のタッチがさ一本じゃなくてさうにょうにょしてたさおしゃれキャットとか101匹ワンちゃんとかさ辺のさなんかこうもちゃもちゃしてるさ、たまになんか鳥とかネズミの目がね点なの。わかる。簡易的なの大好き。そうグッズにしてそのね時代が大好きだからそれをねどうしてもまだ置いといてほしいのよ。でもそれがさやっぱなくなるじゃん技術の進歩によって、それで悲しいなと思ってたけどこの「プリンセスと魔法のキス」はちょうどいいところで終わらせてくれたっていうかさ 2D と 3D というの CG 私あんま CG 感感じないかも逆に、手書き感すごいよね、そう「プリンセスと魔法のキス」見てほしい、歌もジャズですごい好き。めっちゃいい。そうミュージカルっぽいんだけど、なんかミュージカルしてないっていうかさなんかコミカルな感じで聞こえるよね、なんかそう好き。プリンセスと魔法のキスはもうぜひ見てください。ティアナっていう存在を知ってる人は多いと思うんだけどぜひストーリーも見てほしい。なぜかというとカリフォルニアもフロリダも新しいアトラクションがねティアナもできたし、そうこれからさ日本でもできる可能性あるじゃんってなるとねティアナがぜひ見てほしい。新しく輝くプリンセスじゃない？いや本当だってスプラッシュマウンテンの後にティアナになったって言ってたもんね。そうフロリダ。ティアナめっちゃおすすめ。見て。のんちゃんは見たい。どんどん行かないとやばい。いやマジそうだよね。いやでもやっぱり毎日見てたっていうのもあって、昔から外せないのはやっぱアリス。不思議の国のアリス。わかる。もうアリスはもうなんか殿堂入りしちゃった。でもやっぱちょっとちゃんと好きって明言させて。わかる。ちゃんとね。これはきっと2人で一緒だよね。アリスはもうみんなご存知の方も多いと思いますけど、アリスって女の子が居眠りしちゃって、夢の中でこう白いウサギ追いかけてったら、不思議な世界へ飛び込んじゃって、なんかオムニバスみたいだよね。そうだね。もうアリスっていうのはまあストーリー性としてはもう本当夢だったっていう話だけだよね。
いろんなことが突然巻き起こっちゃうっていうで夢の中でいろんなキャラクターに出会ってっていうお話なんだけど、中でも一番好きなのはせーのオイスター。まあみんなそうでしょうねマジあそこのため、あそこ見るだけ見てることとかわかるわかる。オイスターのシーン、オイスターわかるよね。わかる。いいと思う。と大工さんがオイスターをねこう食べちゃうみたいなそう食べちゃう騙して食べちゃうっていうシーンがあるんだけど、それのさそのオイスターを食べる家を作るとこよくない？一番好き秒速で作るとこ。テル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 ってやつでしょ。仲間いっぱいだ。あとあれもいい。オイスターを食べるためのバケットを切ってなんかからしとなんちゃらつけて口に合うように味をつけてごちそうここにねからし乗せるんだよね。からしの瓶大好き。大好き。でもなんかやっぱ不気味な双子のディップとダムとかちょっと怖いじゃん。そうね、ディとダムか。やっぱさアリスって夢だからさちょいちょい怖いよね。なんか怖さが狂気がはらんでるっていうか、なんで私さあれ好きだったのか思い出せない。そうね。お母さんに一応聞いたの。毎回見るたびに勇気出してたらしい。怖い可愛いね。やっぱ怖いんだろうね。ね。でもなんかやっぱ怖いもの見たさで見ちゃうみたいな。なんかあれはね不思議なんだよ。何が好きっていうのが言えないんだけど、すごい好きっていう不思議な映画だよね。私あとヘラクレス。ヘラクレスね。ちっちゃい頃も好きだったけど、大人になってより一層好き。ヘラクレスは神ゼウスっていう神様の子供が、悪者の力によって反人間みたいになっちゃって、人間界で生活するんだけど、また神様の世界に戻りたい、そのためにはヒーローにならなきゃいけないっていうので、頑張るストーリーみたいな。なんかギリシャ神話が元だよね。ギリシャ神話、なんだけどもうね歌が好き。最初に出てくる5人の女神じゃんでしょ。マジ4人集めてハロウィンやりたいぐらい。なんか堅苦しいから説明させてもらっていいみたいなやつでしょ。そうもう聞いてらんないって入る。あそこが好きだし、あともうメグはディズニー界きってのセクシーさだと思う。待って物を申していい？物を申せ。私が思うディズニー界きってのセクシーはターザンのジェーンなんだよね。意見ください。理由ください。やっぱさメグはさもう分かりやすいさセクシーじゃん。ワンダーボーイってワンダーボーイでしょ。練習した。でジェーンはさターザン、私ターザンがもう大好きだ言うの忘れてたわ。ターザンのヒロインのさジェーンは最初なんかヨーロッパの貴婦人みたいなさ服着てるじゃん。だけどもジャングルの中で生活してるからさもう暑くてやってらんないからさもう途中からタンクトップとなんか赤いロングスカートなのね。それがさもうなんか何とも言えないセクシーさなのね。なんか逆にセクシーさもディズニーから学びたい。でもあれ子供ながらになんかちょっとセクシーだなと思ってた。色っぽって思ってた。改めて見るわ。見てみてすごいセクシーだよ。突然のなんか表情とかがすごい素敵だしね。そうそう、素敵だからっていうのもあるかもね。セクシーじゃん、メグは。あとはエンディングでヘラクレスヒーローになって認められて星になるんだけど、ヒーローになって星になってよかったねっていうのプラスヘラクレスのことをこう指導したフィルっていう人がいるんだけど、その人の夢が同時に叶ったっていうシーンでもあるの。見ろあれはフィルの弟子だぞみたいな言われてフィルが売るみたいなとこなんだけど、毎回泣く。よかったねって本当によかったって言って。私はヘラクレスさあんまり見てないんだよね。見てね。ハデスも面白いから。でもさヘラクレス子供の時に怖かったのよ。なんか死者の世界みたいなさ川でさ死体がさ流れてるとかさ、あとなんかこういうさ紐をさピンってきたらあーってさ死ぬじゃん。死者のなんか使いのおばさんみたいなのがさ糸切ったらさ人が死んじゃうじゃん。あれがさ怖くて私糸切られたら死んじゃうのって重ねちゃったんだ。そう重ねて怖くなってあんま見てなかった。もう一回見てみて。見てみる。歌もいいからマジで。マジで。Go the Distance とかは王道だけど、ゼロトゥーヒーローとかも結構いい。恋してるなんか言えないね。ごめんもう全部だ。全部。あとはもう何とも言うかもですけどノートルダムの鐘です。ノートルダムの鐘か。まじ私もノートルダムを3回ぐらいしか見たことない。なんなら昨日の夜見てきたから。のんちゃん本当にノートルダムが一番好きだよね。まずノートルダムの鐘
はどういうストーリー？なんか舞台は、フランスのパリ、うんノートルダム大聖堂なんだけど、そこに住む、セムシ男って言ってちょっと背中がこうなってる男の人がそこに一人で孤独に住んでて、みんなのいる人間界の世界に憧れる、けど幽閉されちゃうっていうかね。閉じ込められてて、自由が欲しいって言ってある日こっそりお祭りの広場に行くってとこから大きなステップとして話は動いていくんだけど、そこで初めて好きな人見つけて恋をしたり友情が芽生えたりっていう感じでこう物語は進んでいくんですが、私が人生で初めて泣いたディズニー映画なんだって。あ、そうなんだ。最後梶本がね、今までやっぱりそう見た目とかからいじめられたりとかしたんだけど、ちっちゃい女の子にさ、こうあなたも一緒よみたいなシーンがあるんだけど、号泣、はい、やっぱそこが一番好きなんだ。そこが一番好き。もう歌もいい。歌もいい。歌が好きなんだね、基本。確かに。でもノートルダムもさちょっと怖くない？最後のフロロの死に方とか怖かったよね。結構、幼心に衝撃だったらしい。結構なんか描写がリアルっていうか、やっぱ描写がリアルなやつちっちゃい時怖ってなっちゃって、そっから見返せなかったんだよね。でもあなたはそこを果敢に挑戦して物語の芯食ってるところをちゃんと突き詰めれたから、そこが好きってなれてる。すごい。もう好きすぎて何がいいって本当言えない。とりあえず見て感じてほしい。劇団四季まで行ってるから。あね。でもノートルダムの鐘はさ割とメジャーだからさ見てる人もいっぱいいるし好きな人もいっぱいいると思う。次は短編行こう。短編は一緒だから一緒に話そうよ。そうだね。短編はさもうさなんなら長編より好きかもしれない。ごめん申し訳ないんだけれども短編で育ってきたの私は。もう短編オムニバスみたいな10分みたいなやつが何個も続いてるのをずっと見てたの。これずっとだからいろいろ好きなんだけど、一番好きなのはせーのミッキーの移動住宅。あれいいよね。あれはね大好き。いやミッキーの移動住宅っていうのは、ミッキーの短編なんですけど、ミッキーと、グーフィーとドナルドが、なんかそのキャンピングカーみたいなトレーラーみたいなのに乗ってて、それを家としてるんだけど、そのまず家がさもうディズニーの世界だからさこういろいろ展開してトレーラーなのになんかお風呂に変わったりとかなんかねドナルドが最初寝てる部屋がさ、パタンって閉じてお風呂になったり、そこが変わってダイニングテーブルになったりみたいな。そうなんかそう展開があるんだよねここ。でも斬新なやっぱアイディアにワクワクした。まずそもそも入りがさミッキーがさこうやって「いい朝だ」みたいなさ「グーフィー車を出して」って言ってさその後ろの背景がさ天気だからさ本当にいい朝だと思ったらさ、その後ろの背景は絵なのね。それをピーって閉じたらなんか工事現場みたいなゴミ収集場。そうそこからもう作ってんだみたいなそこがいいよね。あとはあれねトウモロコシと牛乳ね。つま先にトウモロコシで。わかる。それ今のんちゃんが言いたいのは朝ごはんを作ろうって言って移動住宅で移動しながらね、朝ごはんを作るんだけど、その朝ごはんを作る材料はもう移動しながら窓の外のトウモロコシ畑からトウモロコシ収穫してミルクも必要だねって言ったら窓の外の牛からこうやってミルク取ってっていうね、その場で現地調達するのがやばかったよね。やばかった、ね。あとなんかやっぱディズニーの短編の特徴、こう音楽に合ってる動きっていうの、リズムとか。わかる。あれもすごい好き。あれいいよね、気持ちいい。わかる。なんかあれがなんかすごいやっぱ子供の時に一番楽しかったのってあれっていうか、そのなんて言うんだろう、言葉いらないっていうか。同じこと言おうと思った。やっぱさ子供の時って言葉を全部理解できてないのやっぱりさ、語彙とかもさ少ないわけじゃん、5歳とか6歳の時ってさ全然ほら習ってないこといっぱいあって、知らない世界考え方も何も分かんない時にもう感覚だけでなんか見て取れるものだけで理解できるのが気持ちよかったんだよね。あとなんかイメージが自由。そう、本当イマジネーションです。ディズニー様大好き。あともう一個好きなポイント言っていい？よ。トレーラーハウスが進んでって、グーフィーがね食事で席外しちゃって車が動いてくんですけど、一緒？ごめんこれ違ったらごめんけど。ガードレールの後、そこかなとかごめん。その後、
電車とぶつかりそうになっちゃってギリギリの後にミッキーがプーって顔すんのやばかったねみたいな、あのミッキーの表情見て超可愛いからそこだったか。私ガードレールを使ってさ、ウィーンってなんかそのガードレールを使って落ちないように、なんか車落ちないようにね、崖みたいなところ走ってるからさ、してるとこかと思った。いや、まあ、やばいよね、それ好き。しかもあの1本8分やで、だから8分の充実度がやばいよね。8分であれ1時間感じれるもんね。無限わかる、無限だよね。そんな感じで短編がマジで大好きなんだけど、まあ、2個目に好きなのはサンタのおもちゃ工場。大好きサンタのおもちゃ工場、サンタのおもちゃ工場を知ってるっていうのをのんちゃんと話した時に、もうなんか身震い起きたもんね。身震いきた、ハグしていいみたいなサンタとおもちゃ工場覚えてる人いたみたいな。5回ぐらい話したよね。話した。サンタとおもちゃ工場はもう本当にサンタさんがさ、子供のおもちゃをさ準備してるところだけのその話なの。そう小人がいっぱいいてね、サンタの周りに。でクリスマスの準備をしてるんだよね。トナカイの世話したりとかさ、歯ブラシしたりね、トナカイに歯ブラシしたりねとか、あとはサンタにさ、この子は何々が欲しいって言ってますみたいな、この子はほうれん草をちゃんと食べてるからあれをあげようとか言ってさ、それで次の子めっちゃいっぱいさ、欲しいものいっぱい書いて、これもあれもこれもこれも欲しいって言っていますとか言って、でもこの子は耳の後ろを洗ってないからダメですとか言ったら、なんかじゃあ石鹸1個あげようみたいな、石鹸1個みたいなさ、ところやばいよね。でも何がいいってサンタが笑い上手。わかる。思ってたより笑いのツボが浅いサンタだったよね。子供の時にそのサンタさんっていう存在を親に言われて、いや本当にいいのかよって思った子供心があったんだけど、サンタのおもちゃ工場を見せられたことによって、サンタはいるって、間違いないと。間違いなくサンタはいて、私に今準備してるって思えた作品なんだよね。でも毎回ちゃんと本気で考えるけど、うん、小人の中でどの仕事やるっていうのいやわかは5回ぐらい話してる。いや、まあサンタのおもちゃ工場を見たことがない人の方がまあ聞いてる方で多いと思うんですけど、まあいろんなおもちゃを作るんだよね。そのおもちゃをね用意してる小人がいて、そうなんて言うんだろうかね。その小人の一個一個の工程を全部説明したら2時間かかっちゃうから、確かに。じゃあ私がやりたい仕事は、この竿のとこに雲吊るして人形に見せたら、人形がびっくりしてビーンって毛が立っちゃってその毛にパーマがバーって当たってくるくるくるって人形がパーマになって出荷っていう、その私はこの驚かしてパーマビーってやるやつ。動かないやつだ。楽じゃん、こうやってやるだけだもん。私2個に絞って2個に絞って馬の木馬のお人形の尻尾をピュッて刺す仕事か、でもやっぱちょっとこっちのがシフト多めに入れたいなって思ったのは、一塗りでチェッカー柄。わかる筆一塗りでチェッカー柄つけちゃうね。これ普通さ一塗りでチェッカー柄なんてアイディアないじゃん。あれもいい意味でイマジネーション本当ガツンってきた。私木馬のその尻尾でやるやつも考えてた。でもあれ結構神経使いそうじゃない？そう、あれ結構むずい。真ん中に毎回投げれるかなって思ったらいろいろ考えて、私やっぱ驚かしてパーマだね。5分の2間違えそうかなって。そう、まあそういう感じで30代、そうだった。30代3歳じゃなかった私。30代。30代。30代だね。だからのんちゃんと一緒に会う時は大体このサンタのおもちゃ工場で今何働きたいかっていうのをアップデートしてるよね。アップデートしてる。毎回変わってた。変わってたでしょ。ちょっと前まで私何だったっけ、なんかトナカイの歯ブラシ。そうだ、私トナカイの歯ブラシもしたかった。でも冷静に考えたのね。外じゃんあれ寒っと思って部屋の中で仕事したいと思った時におもちゃ作る方にした。そうだね、隣とかでやろうよ。そうだね、話せるし。そうだね、そうしよう転職しよう。次、はい。ピクサーはね好きなのありすぎる。なんか私のんちゃんもそうだと思うんだけど、手書きアニメーション派なのね、CG はあんまり好きじゃないですとか言ってるんだけど、ピクサーは別なんだよね。別枠。なんならピクサーのが好きだったりして。そうなんならディズニーよりピクサーの方が好きみたいな時もある、むしろ好きみたいなとこあるんだけど、選べない。私はねいっぱいあるの。ピクサー好きなの。まずはファインディングニモだね。意外。来てるかわいい。ちょうだいだファインディングにもね正直全
ディズニーピクサーアニメの中で一番好きかもしれない。マジで意外どの辺がツボ？いやもうさ、そのビアンカが好きとか言ってたんだけど、よくよく考えるとファインディング・ニモが好きなんだけど、ファインディング・ニモはさやっぱ映像が綺麗なのね、これさファインディング・ニモって2003年なの。もう20年前なのにあの綺麗さのクオリティの映像美と、あとやっぱ海だからさ、その水面からの、なんていうの、光の反射とかがすごく綺麗に描かれてる、その映像が綺麗なのと、あとなんといってもサントラがいいの。なんだろう、やっぱ海だからさちょっとフィーリング系なんだよね、フィーリング系だからなんか作業用とかにも使えるぐらいいいんだよ。あとはやっぱストーリーがいい。ファインディング・ニモっていうのは、見たことある人多いと思うんだけど、あらすじは下に入れとく。あらすじ入れとく。そうだよね、ここにあらすじ全部ここに入れとこう、そうしようはもうさ自立の話なのね、ニモがそのマーリンっていうお父さんから自立する。ニモって片ひれがさちっちゃいからうまく泳げないっつって、自立するさ話でもあり、マーリン自身も息子に対する執着心っていうのを、過干渉みたいな、過保護とか過干渉を脱却するっていうストーリーなのね。でやっぱ自分がさやっぱ人生で親にさ過保護に育てられてきたっていう自負はあるわけ、やっぱ大事に育ててもらえたっていうのもあるんだけど、やっぱりお母さんがさもう心配性でいろんなことやってくれたりとかさ、気にかけてもらってみたいなのがあってさ、それがさやっぱ染みついちゃって、自立したいって思ってもなんかやっぱり根底に親の管理下で生きてる自分みたいな、その自立ができてない自分っていうのをよくよく分かってたの。でもファインディング・ニモを見て一番衝撃だったのは、ニモが捕らえられちゃって歯医者さんの水槽にね入れられちゃうんだけど、その中の水槽の仲間にギルっていうボス魚がいて、そのボス魚がなんかニモにいろんな挑戦させるの、で途中でできないよってなって、周りもなんか子供だから勘弁してあげてって言うんだけど、なんかギルがさ自分で始めたんだから自分で最後までやれっていうの。学びが、いやなんかそれがね衝撃だったの。なんか私は今までできなくても誰かがやってくれる、例えばお母さんが尻拭いしてくれる、できないって言っていいもんだと思ったんだけど、自分で始めたんだから自分で最後までやれって言った時に、ズーンってきて、本当だね。そう子供ながらにねうわーってなって、はぁって思った。ストーリー性込みで、もうニモがもう圧倒的1位かもしれない。なんか今その話聞いてて、自立、だから隠れ熊の実なんかなともちょっと思った。隠れ熊の実って狭い世界でこうさ、名前の通りこう隠れるように生きてんじゃん、でもニモみたいにこう隠れんだよって、海はこんな広い世界に出て、もう自立を行くみたいな、だからディズニーって隠れ熊の実選んだのかなって今ちょっと思っちゃった。すごい、そうかもね。ディズニーってすごいすごい。でその流れでいくと、私ファインディング・ドリーっていう2も好きなんだけど、ファインディング・ドリーもあらすじここに出しとくんだけど、そのドリーが自分の親を探すっていう話なんだけどさ、1から2の流れだから1の話もちょっと2に流れ込んでて、なんかマーリンがさ、お父さんはサメにも果敢に戦ったし、こんな広い目を冒険してきたんだぞってニモに言うのね。でもしたらドリーがね、違うでしょって言って、それはニモが冒険したからあなたは冒険できたのよって自分の経験をすり替えんのよって。それドリーのセリフ？そう。ドリーそんないいこと言ったっけ？ドリーがニモが冒険したんだよ、マーリンじゃないっていうの。すっごいって思って。すごいね。しかもドリーの言葉っていうのがなお重い。そうなんかさ、よくさ人の、例えば親だったらさ、私のおかげであなたはこんな風になれたのよとかさ、例えば誰かパートナーとかさ人に対して言うじゃん、自分のことのように。そうじゃなくて、この人がやったからこの人のものなんだよって、あなたはそれに乗っかっただけじゃないって。確かにって。なるほどね。ついついさ人の経験を取ってさ、自分のものにしたりするじゃん。あの人のおかげであなたも
感じられた気持ちなんだよっていう捉え方もあるよね。そこを忘れんなよって言われんのドリーに。ドリーって忘れっぽいのにそれだけ覚えてんの。本当だね。もうしびれるから聞いてただけで泣きそファインディングドリーも見てください皆さん。ファインディングニモだけじゃなくてね。う。いい。やばいでしょ。ちょっと泣きそうになっちゃった。でしょ、やばいでしょ。もう一回見てみて。もう一回見るわ。もうすごいのファインディングニモは。はい、最高。最高。ピクサもっとあるよ、ごめん。わかるわかる。でもね、うんピクサーで私選ぶとしたら、モンスターズインク。モンスターズインク2001年だ。 20何年前か。なんかでもこれの好きな理由が、まあもちろん色彩も好きだし、世界観もお話も全部好きなんだけど、なんかその当時の思い出、まあ小学生の時、家族でディズニーのアンバサダーホテル、ディズニーエリアのパーク近くのホテルに泊まって、その泊まった日の夜にイクスピアリにある映画館で全員で見たの、すごく楽しかった思い出の一部として大好き、でもやっぱり人それぞれに作品の好きなとこあると思うけど、例えばお父さんが買ってきてくれたお土産のビデオだったとか、みんなそれぞれの思い出絶対あるなって思う。わかる。思い出込みなんだよね、だから自分の思い込みなんだよ。ピクサーは本当に好きなものがいっぱい。レミも大好き。もう大好きマジ。パリにレストランあんだよ。ね、行こうね、ラタトゥイユな。絶対行きたいよね。もうレミ大好きだし、あと私インサイドヘッド大好き。もうインサイドヘッドね、もう5本の指に入るぐらい好き。2より1のが好き。ちょっと2みんなさ感動したみたいなさ。私も感動したんだけど、やっぱ1のが好きなんだよね。そうね。2面白いのもいっぱいあるけど、やっぱり1が1なんだよね。殿堂よね。そう、1だね。あと何があるかな、ピクサー。バグズライフね。バグズライフね。うちら結構バグズライフトークしてんだよな。してる。バグズライフは1998年だから、うちは7歳で。私はもう覚えてる。お母さんと一緒に映画館に行った。筑波の映画館に行った。私ビデオかな。バグズライフはまあ見たことない人も多いと思うんですけど、まあ虫の話だよね。ちっちゃい世界。アリンコの話なんだけど、まああらすじはここに置いとくとして、もうバグズライフはもう本当に作り込みっていうか、もう虫の街の中の世界とかが大好き。もうやばい。しかもさサイズ感の視界を初めて見せてもらったっていうか。わかる。虫の目線のさ、物の大きさだよね。びっくりだよね。アリにとって雨粒ってこんなに大きいんだみたいな。雨ってちっちゃなものにとっては怖いんだみたいな。雨が降ってきたらもうなんて言うんだろう、隕石みたいなんだよねって感じだったじゃん。本当にこのミクロの世界で生きるってどんなに大変なんだっていうことを多分教えてもらった映画なんだけど、もう本当に私が一番好きなバグズライフは、なんかその教えて聞いたことある気がするけど教えてさ、仲間を探しに行くって言ってさ、昆虫にとってのさ都会みたいなところにさこう行ってさ、なんかフリックがさ居酒屋みたいなところに入ってさ、まあ、居酒屋の中も面白いんだよね。その居酒屋の中でさ蚊がさブラッディメアリー大型とか言ってさ、多分人間の血のさ大型の血のカクテルをさ飲んでさ、なんかうわーって酔っ払ったりするんだけど、もう一番好きなのはさ、もうお姉さんがさここのさ手の上にさなんかうんちごめんなさい、うんち乗せてね、うんち大盛りお待たせっていうところ、そしてそこにハエがブワーってくるところが大好き。何度聞いても好き。うんちお待たせ。今度録音するわ。似てきてる。似てきてる。すごいムスッとしたお姉さんで、しかもお姉さんの手の上で食べ始めるからね。私ここが大好きってポイントないけど。ない。地獄の炎も好き。地獄の炎っていうね。ちょっと見てください。ごめんなさい。これいちいちこれうちはネタみたいになっちゃったんで。いちいち説明できないんだけど、もう本当大好き。これどれぐらい喋ってる？見てくれてる方はついてこれてるかな。いやもうついて今回はもういいんだ、オタク会だからついてこれる人だけではないけど、まあできればみんなね見てほしい。見てほしいという気持ちで語ってるから、プリンセスもすごい好きなの、うちら全部見てるし。でもそれ以外のものをもしまだ子供に見せてなかったとか、まだ自分自身を見てなかったら見てほしいのよ。見てほしい。そういう意味では今回やってます。待って、歌からいく？理想のプリンスからいく？理想のプリンスからいこう。理想のプリンス。私2個に絞る。2人に絞って。私も1人しかいないの。理想のプリンス。
あなたは？私の理想のプリンスは、リトルマーメイドのエリックかアラジンのアラジンです。もう王道だね。私普段塩顔が好きなはずなんだけど、そうだね。ディズニーだとめっきりソース顔。確かにめっちゃ眉毛の主張強くない？何が好きかだ？な。普通に顔？性格とかあるじゃん、なんかいろいろあるじゃん。ごめん、顔で選んじゃう。思いっきりディズニープリンスイケメンで調べて選んじゃった。ガチで付き合おうとしての。本気で選びに行って私。行った。じゃあどっち？エリックかアラジンだったら。でも犬に優しいからエリックかな。ペットが猿よりペットがいいね。そっか、犬ね。そうだね、犬と散歩できるもんね。そう、でも結構溺れやすい。エリック結構溺れやすいんだよね。そうだよね。エリックさ、なんかあんま泳げないのにさ、果敢に飛び込んでいくよね。そういうとこも好き。毎回なんかさ、アリエルとかに抱えられてさ、なんか変なベルトみたいな腰紐もいいね。私はそれのんちゃんに好きなプリンスみたいな考えたことなかったんだけど、よくよく考えてみたら私はポカホンタスのジョン・スミスだね。タイプかぶんなくてよかった。よかった。そうだね、合コンでも多分喧嘩なの。ジどこョがン・スミスやばいでしょ。ジョン・スミスはいいじゃん。そもそもさ、人間としてのさ力がすごいじゃん。ジョン・スミス未開の地にさ行った時にジョン・スミスがいたら頼りになるみたいなさ、心そう強いいうどこでも生きていけそうな感じと、あと普通に顔が好き。結構欧米な顔が好きなんだね。好きなのと、あとやっぱなんかそのポカホンタスに自然のことを教えてもらったらすぐそれを受け入れて、それをちゃんとなんかいいねって思える心と、やっぱ私が一番好きなのはやっぱポカホンタスがさ、こんなに苦しむなら出会わなければよかったって言ったの。そしたらスミスが、僕は明日死んでもいい、君を知らずに100年生きるくらいならっていうの。ほんとこれ好き。その言葉で落ちたね。これ好き。いやもうあれやばいよね。でしかも結ばれないよ、ポカホンタスとジョン・スミスは。意外だった。そう2でも結ばれないの。そう。2はさ、ポカホンタス違う男とね、最後ハッピーエンドに行っちゃうんだよ。嘘。もう私ゲセンドだよ。ジョン・スミスはあんなに君を知らないに生きるぐらいならもう明日死んでもいいっつってんのに、ポカホンタスなんか違う男と最後くっつくの。なんか結構現実的。そう全然なんかリアルなの。本当だね。でも確かにさ、よくよく考えて人間ってさ、初恋の人のこと大好きだけどさ、突然次の男の人がさ上回ったりするじゃん。でそれがさ現実を突きつけられてさ、2で号泣だよね。ジョン・スミスジョン・スミスでも今まで理想のプリンス考えたことなかったから面白かった。いい機会だった。いい機会だった。次は、ディズニーの好きな歌ね。一緒。本当一緒？せーの、カラー・オブ・ザ・ウィンド。それ。いやもうあれはさ、もうディズニーのもう名曲中のもう一番と言っても過言ではないぐらい名曲じゃない？もうさ、風の色は何色って。歌も歌詞も最高です。もうさ、風の色は何色っていう歌詞を思いついた人さ、もうその日のビールうまかっただろうね。うまかった。乾杯したい。乾杯したよね。うわ、俺やばってなったよね。ピンときたんだよね。カラー・オブ・ザ・ウィンドってアラン・メンケンだよね。アラン・メンケンが歌詞作詞もしてる、もしかして。アラン・メンケンはもう天才だね。アラン・メンケン様々だよね。様々。アラン・メンケンがあってこそのディズニーだから。でも初めて買った CD、ワウディズニーマニアっていうカバーの CD なんだけど、一番好きだったのカラーオブザウィンドが。わかる。カラーオブザウィンドはダントツだよね。そこから入ってます。カラーオブザウィンドは好きだけど、私が日常的によく口ずさむのはリトルマーメイド2のいける？せーの。冒険家で探検家のディップとダッシュ、冒険家で探検家のディップとダッシュ、優しくて強い無敵のヒーロー、栄光をつかもうディップとダッシュ。もうこれが大好き。よく歌ってる。これ大好き。この歌一緒に歌えるのマジで小学生ぶりで嬉しすぎた。やばい、もう本当これ涙流しちゃうね。リトルマーメイド2はすごい好き。歌いい。続編で一番好きかも。リトルマーメイド2。やっぱでもアリエルのこれもよくない？アリエル。それ首がこうなって歌うシーン。これマジ見た人しかわかんない。これをそれのんちゃんにやられた時は本当腹抱えて笑ったもんね。好きなのある他？
またまたノートルダムのまた来たよでサントラ1から最後まで聞いてる、僕の願いあほんと聞いて本当に泣けーる。わかるよ。私カラオケでたまに入れんの、お姉ちゃんに途中で消されるカラオケでディズニー歌っていいのホールニューワールドだけだからねホールニューワールドは誰もが知ってるけどそれ以外はダメで。カラオケの画面に僕の願いって出て僕の願いって何あともう一個は、ムーランのリフレクション。あ、ムーランいいよね。すみません語りすぎてます。語りすぎてもお手紙行こお手紙。う。今回コウヨトリの皆さんに募集したのは私の偏愛ディズニーアニメシーンということで、ディズニーアニメのこのシーンが大好きっていうのを皆さんからいただきました。はい、その中の何通かを読んでいきたいと思います。コウヨトリネーム鳥30代女さんからのお手紙です。ミクさんはじめまして、こんばんは。こんばんは。私もディズニーのビアンカの大冒険ゴールデンイーグルを救えが小さい頃からずっと大好きなのですが、周りに知ってる人が全くいなかったので共感してもらえずでした。過去の動画内でミクさんからビアンカの大冒険のことをお聞きした時の興奮は今でも忘れられません。ということで好きなシーンですが、結構冒頭の部分でバーナードとビアンカがシャンデリアの上のレストランで食事をしているシーンです。虫のウェイトレスが人間の落としたグリーンピースを拾ってその一粒を厨房に送ってスープを作るだけのシーンなのですが、なぜかとっても好きなんです。その前の全世界のネズミたちが救助信号を送るところも好きですが、2歳の息子がやっと長くテレビを見られるようになり、今年ディズニープラスに入会するきっかけができたので真っ先にビアンカの大冒険を見ました。懐かしすぎて私が何回もリピートしていますということなんですけど、私のねディズニー偏愛アニメシーン、私も同じでびっくりしちゃったの呼びたい呼びたいこの紅葉と鳥30代女さん、マジ同じ、ガチで同じとこ。グリーンピース。グリーンピース説明していいですか。お願いします。はい、ビアンカの世界は人間と同じ世界だからね、レストランがあるんだけど、高級レストランの柱の上がネズミの高級レストラン、それで扱う食材っていうのは人間のレストランのところで落ちた食材からいただいて、それがネズミのレストランで料理として振る舞われるわけね。人間のねウエストレスが配膳してる時にグリーンピースがポロって落ちちゃった。そしたら柱の隙間からアリがぴょこって出てきて、グリーンピースひょいってもらうの。そしたらスプーンでできたなんか機械みたいなところにそのグリーンピース置いて、これはスープ用って言ってピョイーンって地上から柱の上までピョンって投げるの。そしたら上でキリギリスが待ってんの、でそこのキリギリスが待ってるところにグリーンピースがポトって落ちて鍋の中にね、してそのキリギリスがこの塩のケースから塩をこう取って、塩をパーってやってこうやって混ぜてスープ上がりっていうのねそしたらコオロギが出てきてそのスープを持ってネズミのところに振る舞いに行くのね。でその一連のシーンが私も全ての作品のシーンの中で一番そこが好きなの。話聞いてただけでそこだけも見たい、そこだけで見たい。見てほしい。冒頭なんでこれがもう書き込みっていうか設定がリアルすぎる。その本当に人間のものを拝借してそれをネズミたちが料理して食べてるんだっていうのを見せてくれたの、自分の子供の時の想像力を妄想っていうのかな、を肯定してもらえたのよ。本当にこうかもしれない、ありえるかもしれない、そう本当にこういう世界あるのかもなって思って生きてても、どんどん大人になるにつれてさ、いやそんなのはないって思ってくるじゃん。そうだよねって思ってたらディズニーがさ、そういう風に思っててもいいんだよって、なんか言ってくれる、そんなハグしてくれるようなそんなシーンだね、私にとってはね。あ、私って空想が好きなまま大きくなってもいいんだって思えたの。いいし、このコウヨトリさんみたいに、お子さんができて、子供に見せたい、でも一緒にやっぱ説明っていうかそばに一緒に見ようっていうので、お母さん自身がその当時の気持ちを思い出せる、また好きなままでいいんだっていうのもめちゃいいなって思う。わかる。これも本当に同じ。私ここが大好き。あなたかしらみたいな、私が出したのかもしれない。私ねこれ来た時びっくりしちゃったの。この世に同じシーン好きな人いるんだってびっくり。数あるディズニー映画の中でここが好きなの。見たい。でマジで私だけしかいないと思ったから、これ私だけの好きなシーンと思って、違かった。めっちゃリアルな設定だね。
マジで見てほしい。めちゃめちゃ冒頭だから最初だけ見てよ。ビアンカの大冒険ゴールデンイーグルを救えは冒頭だけ見ればあと見なくていいぐらい冒頭が素晴らしい。後で見よう。もうビアンカたちが出発するまでのとこまで見たらもう終わりぐらい終わりぐらい冒頭が良すぎるの。ぜひ見てください。はい、ということで次行きたいと思います。紅葉鳥ネームボクさん、ミクさんこんばんは。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。私の偏愛ディズニーアニメシーンはミッキーのジャックと豆の木です。軽い。幼い頃に繰り返し見ていたのですが、冒頭のシーンでドナルドが薄く切ったパンに薄い豆を一粒だけ挟んだサンドイッチを見て発狂しちゃうシーンがとても記憶に残っており、ディズニーの中で一番好きなシーンです。ミッキーとグーフィーがドナルドをなだめているところもまた可愛いのです。ってわかる。あれこれは本当に分かりみが過ぎて、やっぱ食材がないからさ、食パンをすっごいスケルトンぐらい切んの。そうなんだっけあれ、貧しい農民なんだよね、ミッキーとグーフィーとドナルド。そう干ばつみたいなの起きちゃって、もうなんだろう、何も収穫できないから一切れのパンをもう何ティッシュぐらい切るのね。透明な豆ももうあと一粒しかないから、豆もなんかティッシュみたいに切ってそれを重ねて、もうティッシュみたいなさサンドイッチを食べるんだけど、もうドナルドが我慢いかなくなってうわーってなるところやばいよね。目も結構チカチカして怖いんだよね。怖いよね。怖いわかる。なんでああいうの好きなんだろうね。わかんない。でもこのアニメ結構記憶残ってるシーン多いよ。オープニングでこの谷がさ出来上がっていくシーンとか、川が通ってとかあんの、お城が建つまでとか。あとこのミッキーが買ってきた魔法の豆がお家の中のなんか穴に下に落ちちゃって、満月の夜にその根っこ、芽が出てきて家ごと空に浮かんでいくシーンがすごかったりとか、ゼリーの上でグーフィーがなんかニョンニョンニョンってなったりとか。わかる。巨人が結構不気味で怖いとか。確かに結構あれ怖いよね。なんかやっぱそういうのって記憶に残るのかな。確かに。でも本当によくわかるこのコメントって思った。私もすごい好きこのコメント。すごいよね。みんないろんなところを思い出して。最後1個にするか。はい。まだまだ語れる。最後読んでいきたいと思います。はい。紅葉鳥ネームテヤンデイさんからのお手紙です。テヤンデイ。私はマイエレメントが大好きで、夢ノートにウェイドみたいな人と結婚するを目標に掲げています。この度インスタのディズニーアカウントからつながり、見た目も中身もウェイドのような優しくて温かい言葉をかけてくれる素敵な方とお付き合いしています。すごい。おめでとうございます。結婚旅行でフロリダディズニーに行きたいねと話しています。めっちゃいい。最高。そんな私が選ぶ偏愛ディズニーシーンはウェイドとエンバーが初めてデートをするシーンです。街が一望できるところでエンバーが草や水の子供たちに煙でハートやいろんな形を作ってみせ喜ばせているところをうっとり見るウェイドがたまらなく好きです。わかる。マイエレメントは映像がとても綺麗で、そして何より音楽が大好きで BGM を流しながらルンルンで職場に向かう時もしばしばでした。ミクさんの冷蔵庫脇に貼ってあったエンバーのイラストも見逃しませんでしたよ。確かにあった。あれこれね、濡れちゃうから撮っちゃった。そういつもお二人のラジオ楽しみに視聴させていただいておりますということで、おめでとうございます。マイエレメントはさめっちゃいいんだよね。マイエレメント見たことない人多いと思うんだけど、いつだっけ、めちゃめちゃ最近のディズニー映画なの。ピクサーか。映像が美しいよね。そう、あとさ歌いいよね。なんだろう、洋楽みたいな歌入ってくるの。最近さミュージカル調っていうかさ、自分の気持ちをさ、私のみたいな多いじゃん。多い。マイエレメント違うよ。めっちゃ洋楽みたいな、ちょっとワンダイレクションみたいな BGM 入ってくるの。この本当にデートしてるシーンとか、あれがめっちゃいい。マイエレメントっていうのは火、水、草、土かな、4つのエレメントが共存するっていうね。で例えばさ火と水だったら相性悪いじゃん、こう抱き合ったらさ火が消えちゃうみたいな、だからさ同じ種族は一緒に結婚できないとかあるのね。でもウェイドっていうのは水のエレメント、アンバーが炎のエレメントで、心がね通じ合っちゃうのよ。触れられないのに好きだなって思っちゃうの。それでも触れたくなっちゃうの、である時こうやってこう手を触れくれようと頑張ってみるの。ただね消えないの、アンバーは。でも、人を
水が恋に落ちるっていうコンセプトがそう素敵。そうなんかさターザンもそうなの。ターザンもゴリラと一緒に過ごしたターザンと人間で、最初はさやっぱ同じ人間だけど違うものだからこれで確かめ合うこれの。やるね。ディズニーっていうのは本当これでお互いの違いを確認確し合う認しみたいな。てそれでも手を触れたいってやるのよ。あー確かにね。もうそれが好きで、そんなウェイドニの彼とお付き合いしてて、新婚旅行フロリダディズニーに行きたいって、マジでいいね。めっちゃいい、ぜひ行ってほしい。とうちらもフロリダディズニー行きたくない？準備万端アニマルキングダム行きたい。キングダム行きたい。めっちゃ行きたい。アニマルキングダムにはさあれがあんのよ。バグズライフのさツリー。やばいやばいやばい。あれを拝まずに死ねないよね。やっぱ死ねない。うんフロリダディズニーに行かずして死ねない。死ねないね。行ったことないのうちはね。うん、ないんだよ。こんなにディズニーアニメが好きなのにさ、マジで絶対行こうね。絶対に行く。うん、今日のイベントを聞いても思ったし、行きたいよね。これは絶対に行こうって、うんなんかもうこういう感じで帰ってきたよね。あ、そうだね。まあでもさやっぱこういうラジオっていうのはさ、まあ、いろんな人が見てるしさ、私はこうやって自分のやりたいことをさ言って発信してさ、それでそれを獲得していくために今こう頑張ってるわけじゃん、だからさ言っとこう、フロリダディズニーに私たちフロリダディズニーのお仕事をください。3日間じゃ足りない。1週間ね、最低1週間はいるね。もう絶対フロリダディズニーに行くときはあなたと行くって決めてる。私もよ。爆発させようね、子供の時の思いっていうのをさ。なんか子供の時の自分に教えてあげたい。ね、本当に。全くこれは PR とかじゃないけど、なんかディズニー70周年らしいからぜひさ、このあ、本当本当。そうテアンデイさんもうこの1年で結婚しちゃって、そうもうフロリダ行っちゃって、これをもうなんかうん口実にとは言わいやもうないけど、口実にもうちょっと結婚しようって言っちゃってもいいんじゃない？あ、覚えやすい。結婚記念日いつだっけ？あ、70周年。そうなんだよ。みたいなしかもさ、なんかあれだ、イベントのさ聞いてたじゃん。なんかさショーかなんかにさマイエレメントあったよね。あとね。今だ。今だ。今です。今です。現地でお会いしましょう。だからうちらもこの70周年っていうので、まあ、どうにかさね行こ行きたい。う行こうね。行こうね。はい。そういう感じで楽しかったの。てかもう終わりたくないんだけど。本当すいません。でも、うん通常運行。うん。これをうちらはいつもカフェでやってる。そうだね。終わりたくないけどこれ以上喋ったらもう長すぎてここで終わりにしたいと思います。今日はスペシャルゲストののんちゃんに来ていただきましおた。邪魔しました。ありがとうございました。なので次回の最近土曜ラジオはまたうちの彼と一緒にやっていくんですけど、次回のラジオのテーマは私の偏愛〇〇を大募集したいと思います。まあそれはジャンル問わず、例えば私はこの国のこの町が大好きですとかさ、私は納豆のこの食べ方が大好きですとか、そういう他人には理解されないかもしれないけど私はこれが大好きなんだっていうのがあればぜひコメント欄にお願いいたします。はいそんな感じで、今日のラジオは以上です、はい、この動画が面白かったなっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回のラジオでお会いしましょう。バイバーイさよなら。